皆さん、こんにちは。ジェーンズのティータイムへようこそ。また一緒にティータイムを楽しみましょう。この前、新しい急須を買いました。とは言っても、まだ大学生なので、贅沢はできず、ダイソーで400円で買いました。でも、なかなかいい感じで、結構満足してます。さて、今回はイギリス人が日本にやってきて、不思議だなぁと思ったこと3選をシェアしたいと思います。では、早速参りましょう。世の中の一番意味のない質問って知ってますか？私の大好きなお笑いのコンビのかまいたちによると、その格好寒ないらしいです。そのネタ個人的にめっちゃ面白いと思うんですけど、まさか日本に来てこんなに光るとは思いませんでした。例えばこの前、12月の冬の真っ只中に友達と一緒に居酒屋に行きました。イギリス人も日本人もいたんですけど、イギリス人チームはセーターとコートを着て、ちゃんと寒さ対策をしてたんですよ。でもね、店内は暖房ガンガンでお酒焼いて少し暑くなったので、友達はセーターを脱いで T シャツ一枚になったんですよ。すると、迎えにいた日本人の女の子が、冬に半袖？寒くないの？なんか変。やばいやばい。とか言ってきました。まあ、最初は、この子、冷え性なのかなと思ったんですけど、違いました。なぜなら、その子はタイツなしのミニスカートだったんですよ。いや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 、あなたの方が寒くないの？って、めっちゃ突っ込みたくなりました。つまり、日本では、冬に女性がミニスカートは OK なんですけど、男性は半袖、ましてや短パンなんて変、やばいってことですよね。というのは、多くの日本人が言う寒くないのっていうのは、この人の服装は季節の気温に合っていなくて大丈夫なのかな、声おかけしましょうかという優しい気遣いではなく、あなたのその服装はこの季節の流行っているファッションと少し違うよというファッションツッコミなのかなと感じました。それとも私の考えすぎでただの世間話に過ぎないのか。まあいずれにせよ、寒くないのって質問の聞きすぎは私にとってちょっと不思議です。次の不思議はちょっと小さいけどずーっと気になっていることです。それはシーチキンって何？って話です。はい。ありがとうございます。本当にずーっと気になっていることです。日本では缶詰ツナやおにぎりの具として定番になっているツナがシーチキンって呼ばれています。でも鶏肉じゃなくてマグロでしょ？ツナでしょ？なのにシーチキンって陸の鶏肉に対しての海の鶏肉ってことですよね。いやー、本当に不思議です。シーチキンっていうのに、例えば KFC に行って、ランドチキンのセット一つお願いしますとか言わないんですよね。いやー、不思議です。シーチキンとランドチキン、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドじゃないからね。調べてみたんですけど、缶詰のツナがまだなかった1958年に羽衣フーズという会社が新商品の缶詰のビンナガマグロが白くて柔らかくて美味しいから海の鶏肉シーチキンって名付けたそうです。で、そのままその名前が定着したとのことです。なるほどなるほど。でもやっぱりどうしても納得いかないんですよ。すみません。ちょっと正直に打ち明ける必要があります。私はツナマヨのおにぎりは全部シーチキンの名前で
売られていたと思っていたんですが、実際街に出て調査したらそうではなく、セブン、ローソン、ファミマの中でファミマだけがシーチキンって名前で売っています。それでも私にとってシーチキンって不思議なネーミングです。まあ、名前はどうであれ、シーチキンって普通に美味しいですよね。最後にいい意味で一番びっくりした日本の不思議。それは、日本人は優しすぎるってことです。イギリスは紳士の国だと思っている日本人がまだいて、とっても嬉しいです。しかし私は最近、本当の紳士の国はイギリスではなく日本だと思い始めています。もちろんイギリスにも優しい人がいるんですけど、日本はなんていうか、親切の逸材が多すぎます。年末年始、山梨の甲府に3日間旅行した時の話です。甲府のクラフトビールのお店で出会った地元の人たち、その中の一人、仮に A さんとしましょう。A さんたちは地元の山梨の同級生たちで、私より結構年上でした。30代前半ぐらいでした。そのクラフトビールのお店で A さんに声をかけられました。そして A さんがビールを一杯おごってあげるよと言ってくれました。私はとっても嬉しくて、ありがとうございますとおごっていただきました。これだけでもうすんごい優しい人だなってなるんですけど、話はここからです。A さんたちと楽しく話してたら、なんと一緒に2軒目行こうよと誘われ、私は断る理由がなく嬉しく一緒に行きました。そしてその2軒目で私は明日できるだけ富士山に近づいて写真を撮ろうと思ってますって言ったら、 A さんが、いやー無理だと思うよ。バスで行くのって不便すぎる。俺は車持ってるから一緒に連れて行ってあげようかと言ってくれました。私は、大丈夫ですか？本気で言ってますかってなって、A さんは本気ですって言って、一緒に行くことになりました。でも、富士山が遠かったし、私は少し申し訳なく感じていたので、ガソリン代を出しますと私は言いました。それに対して A さんは、結構笑って、大丈夫大丈夫。先輩だし、山梨まで来てくれたし、ジェームズはガソリン代とか出さなくていいよと言ってくれました。めっちゃかっこいいと思いました。そしてその夜その後、3軒目もカラオケも一緒に行ったんですけど、もうずっと楽しかったです。結局次の日 A さんと彼女さんと一緒に富士山へ行って、しかも昼ご飯までもごちそうになってしまいました。私はその昼ご飯の時、ずっとおごっていただいてたので、そろそろ自分は出した方がいいのかなと思って払おうとしました。そしたらそのエイスさんに33歳舐めるなと笑顔で言われましたでもそれだけじゃないんですよ。その後も、今夜うちでお鍋食べないって誘ってくれて、家で一緒に食べました。そしてさらに次の日、東京まで車で送ってくれました。初対面の外国人にここまでって本当に感動しました。これはもう親切の逸材。日本紳士なんですよ。A さんは私の山梨の旅行を本当に最高の旅行にしてくれました。A さん、ありがとうございました。ということで、今回はイギリス人が日本にやってきて不思議だなぁと思ったこと3選。まず、その格好寒ないって質問。シーチキンって何なん？そして、
感謝すべき親切の逸材をお届けしました。皆さんはいかがだったんでしょうか？皆さんはイギリスに行って、または海外に行って不思議だなと思ったことありますか？もしよかったらぜひコメント欄で教えてください。そして、この動画が面白いと感じたなら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。